はい、こんにちは、増田です。今日はレジリエンスの話をしようと思うんですね。レジリエンスという言葉は、なんか難しいと思うんですけども、2011年の東日本大震災の頃に、盛んに、特に海外のメディアが日本の人たちの姿を見て使い始めた言葉なんですけども、日本語に訳すのは非常に難しくて適切な言葉はないんですけども、言ってみればそこらに生えてる草がですね、人間が踏んだり動物が踏んだりしても一旦倒れるんだけど、またしばらくするとぐーっと元に戻って立ち上がってくるという、そういう状態を言うらしいんですね。潰されてもまた戻ってくるって反発力みたいな、再生力っていうのかな、そういう力のことをレジリエンスというらしいんですけども、私も随分聞きました。3.11の後ですね、世界中が日本人のこの、たくましさっていうのかな、復興に向けての前向きな気持ち、それから例えばそういう状況の中でもお互いを思いやるような精神力の強さとかですね、そういうことをレジリエンスという言葉を使って表現してたんですけども、確かにそれは私も感じました。で、当時は私も3月11日の後ですね、一月足らずで、宮城県の石巻に入って、それは卒業生が一人そこで活動していて、学生さん連れてきてくださいよっていうので、よっしゃって言ったんですけども、そこで随分いろんなことを知って毎月何度も通ってですね、で結果的に現在でもそことつながりあるんですけれども、でこの10年近くずっと見てきて感じることがあるんですね。でそれは確かに力強く復興していくんですけども、その復興っていうのはですね、復旧なんですよね。でいろんなところでメディアもそうですけどもうかつての暮らしを取り戻すとかですね、かつての街の様子を取り戻すとか、そういう言葉をよく使います。で、現に政府の復興計画を見ててもですね、基本はそうなんですね。前町があったところに例えば防潮堤を作って、住み続けるとか、あるいは少し離れた高台、その土地を作ってですね、盛り土をして高い台地を作ってそこに移すと、いずれにしろそこにいた人たちがそこに暮らせるようにもう一度、それは政治としてはそうなのかもしれない、あるいは行政としてはそういうことなのかもしれないんだけども、なかなかそれが今何年も経ってみるとですね、しっくりこないんですね。でそれでなぜなのかなと思うと、その復旧復興っていうことも大切なんでしょうけども、自然災害っていうのはこの国にはつきものですし、そのたんびにいろんなことが起きて人々は多くを学びですね、でそれを繰り返さないように知恵を絞って、しかしそれを繰り返してきているという、それがたまたまですね、今回の原子力発電所の事故みたいなことがあって、とてつもなく大きな問題になってしまうわけですね。で今回のコロナウイルスの問題にしてもですね、これを言ってみれば自然災害です。ただその人生的な性格がないのかというとそんなことはなくて、これだけの規模の感染っていうのはですね、これ100年前だったら起きないことなわけですね。これからも多分似たようなことが起きてきます。でその時にやはり我々はそれを機に変わろうとした方がいいんじゃないかと思うんですよね。元に戻るというよりは、そこで変わっていく、いろんなことに気づいて、変えていくという、そういうチャンスでもあるわけですよね。だから特に今回はそれを強く思っています。勝つんだとか負けるんだとかっていう話もあるけれども、コロナウイルスに勝つっていうことはありえないんですね。別に彼ら人間を攻撃してるわけじゃなくて、自然にそうなっちゃってるわけですね、関係性から言って。だから
それに勝つとか負けるではなくてですね、どうやって共生していくのかっていうことしかないわけです。つまり全く殲滅してしまう、世の中から消してしまうということは人間なんかにできるわけないので、する必要もないしね。でそうではなくて、そういうものがある、今発見されてないものがいっぱいあるんでしょう。でそのことを前提にしてどうやって共生していくのか。共生っていう言葉もね、何もこう予定調和的にみんなで仲良く、こう暮らしていくっていうことではなくてですね、自然界の中で言ってみれば食うか食われるかの関係っていうのはどこにでもあるわけですよね。で人間もそういう意味では非常に大きなリスクを常に負ってるわけで、ただそれをうまく回避していく知恵だとか、あるいは予防していく知恵だとか、そういうことを身につけて、で、生き抜いていくということなわけでしょ。でこちらから積極的に出て相手を殲滅するとかそういう話じゃないわけですよね。でと考えるとですね、やっぱり、こういう状況が起きてしまった要因、あるいはこれからもそういうことが起きるであろうというそういう原因をですね、突き止めて、で、それに対して適切に対応していく必要があるわけですね。で私はデザインという領域を考えていてもそれは全く当てはまると思ってるんです。つまり言ってみればですね、我々の生き方、ライフスタイルの問題なんですね。で我々がどうやって自然界と付き合っていくかというその生き方の問題であって、でそこで大きな断絶が生まれるとですね、それはストレスになりますから、そこでいろんなことが起きてくるわけでしょ。だから自然との境界をきっちりつけて、ここから人間の世界だから自然は入れないとかですね、ここからはその森だから人間は入り込まないとか、そういうことではなくて、緩やかにつながっていき影響し合っていくという環境をもう一度作っていかないといけないし、で、暮らしの質とかですね、あるいはその価値観だとか、そういうこともどんどん変えていって、こういう地球の自然の中でうまく暮らしていく術を見つけていく必要がある。でそれは都市化が進んで工業化が進めば進むほど知恵を使って、考えていかなきゃならないことだと思うんですね。でどうもその接点にデザインというものがあると思うんです。でそこで我々は一体どういう道具を使ってどういう建物で何を着てどういう暮らしをしていくのか、寒ければどうやって温める、暑ければどうやって涼むのかっていうことをですね、自然を考えながら、そこで生きている他の動物とか植物とか、あるいは微生物とか、そういう連中のことも考えながら、時間をかけてゆっくりと自分たちを変えていくと、適応できるように変えていくね。それが言ってみれば進化だと思うんですね。なので長い目で見た時のレジリエンスというのは結局、今何かあってもすぐに、復旧するとかですね、立ち直るとかってそういう生命力も必要だけれども、もう少し長い目で見た時のレジリエンス、いろんなことが起きてもそれに対応していく、そういうことを身につけるべきでしょうね。アリだとかクモだとかですね、いろんな動物をここで見ていると彼らはそれを日常的にやってます。で私のその家のドアノブにいつも巣をかけるクモがいてですね、で 2,3 日留守にして帰ってくるとまた巣ができて、でもそれはドア開けなきゃならないからすぐ壊れちゃうんですね。でまたかけるという、そういうあまりお利口でないクモもいるんだけど中にはねそんなこと、先刻を承知でここはダメだなって変えていくクモもいるんですね。その辺の違いじゃないかと思いますが、緩やかに、学んでいきましょう。以上です。